皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は神奈川県の平塚市にやってまいりました。今年は見年ということで、蛇神様をお祭りしている神社ですとかお寺をね、いろいろと巡っているわけなんですけれども、今日参拝させていただくところにもですね、蛇神様が祀られているというところでやってまいりました。今日はですね、お寺なんですけれども、平塚市にあります妙円寺というお寺になります。こちら境内にはですね、弁財天様が祀られていて、そしてですね、なんと岩屋があるようなんですよね。その中に蛇神様が祀られているんじゃないでしょうか。さあ、どんなねお寺なのか、これから上がってみたいと思います。すごくのどかなところですね。到着しました。ここですね。見てください。アジサイが綺麗に咲き始めてますね。わー。はい、こちらになります。天台宗妙円寺。すごく綺麗な石碑。かわいい。なんか吊るしびながたくさん下がって飾られてますね。はい、ではこちらの門をくぐって境内にお邪魔いたします。山門にかかる幕には、菊の中央に星が三角に並ぶ天台宗の御門、菊に三大星。今回この天台宗の御門についても初めて知りました。失礼いたします。すごく綺麗な境内。こちらにお水車があるみたいですので、まず清めます。すごく気持ちいいですね。池があって、ピンクのアジサイが咲いています。ここに大きな水鉢がありますが、これすごいですね。この水鉢が本小松石の長寿と書いてあります。神奈川県真鶴町で採れた6トンの本小松石、それを水鉢にしたわけですね。素敵。長寿鉢の真ん中には法被宇賀弁財天様が描かれています。正式名称は和光山異様院妙円寺、比叡山延暦寺を総本山とする天台宗のお寺です。開山された年代は不詳ですが、元和元年、今から400年ほど前に比叡山の僧俊賢阿闍梨により鋳工されたと伝わっています。ご本堂の前に何やら宝珠らしきものが。ご本堂のご本尊、そして弁財天様と五色の紐でつながっています。ここに宝珠があります。願いを込めて時計回りに3回回してくださいとありますね。宝珠を支える八角形の石柱には弁財天様のご神言とお願い事が刻まれています。しかもこのように宇賀神様と回転宝珠に五色の縁の綱が結ばれるのは12年に一度の見年限定。やはり見年の今年はぜひともお参りしたいお寺です。願いを込めて3回回すことにより、お唱えしたことと同じ功徳がいただけるというパワーストーンです。意外とスムーズに回すことができました。はい、宝珠を回しました。さて、
ちらはですね、ご本堂の中、自由に入って参拝をさせていただくことができます。撮影の方もね、いいですよということでいただきました。すごい自動で開いた。すごい。はい、それではこれからご本堂の中お邪魔して参拝させていただきます。最新の自動ドアには驚きましたが、ご本堂の建物自体は1745年に再建されたおよそ270年前の建物です。堂内にはご本尊阿弥陀如来坐像をはじめ、観音菩薩、不動明王像など多くの仏像が安置されています。参拝の方法、順番などの説明書きもありました。案内の参拝順路に従って堂内をぐるりと参拝して回ります。まずはご本尊を参拝。お鈴を2回鳴らしてお焼香します。はい、では今からですね、ご本堂の中、順路があるみたいですので、順番にお参りしていきます。まず左の間、こちらの方には薬師如来様が祀られているようです。たくさんの手まりが吊るされ、のれんのようになっています。その向こうに祀られているのが、妙円寺のもともとのご本尊であったという薬師如来立像。この薬師如来立像は、あの行基上人による造立とも伝えられています。薬師如来様には、オンコロコロ千ダリマトウギソワカと唱えます。ご神言というのは聖なる言葉とされていて、心の正常さと誠意を持って唱えることが重要だとされています。さあ、続いてはこちらの方ですね。このお鈴を鳴らして回ります。こちらには、これは閻魔大王像なんだそうです。最後は右の前。大小さまざまな仏像が安置されています。不動明王像、それを守護するのは赤鬼、青鬼の像でしょうか。他にも観音像や弁財天様など、たくさんの像が祀られていました。本堂内には著名人のサイン色紙がぎっしり飾られていました。芸能人やスポーツ選手など、そうそうたるお名前が見受けられます。河野太郎さんは平塚が地元だったんですね。はい、ご本堂お参りいたしましたので、これからね、境内、そしてね、弁財天様もね、お参りしに行きたいと思います。さあ、土屋銭洗弁財天が祀られているということなんですが、こちら赤いのぼりがたくさん立っていますね。
祀られている弁財天様をお参りしたいと思います。ちょっとね階段がありまして、結構上の方まで登っていく感じですね。でもいい雰囲気。お寺なんですけれどもね、境内にはこの赤い鳥居が立ってまして、そしてねお社が見えますね。すごい、なんかこのね吊るしびなが本当に境内至る所に飾られているんですよね。すごくほっこりとした気持ちになります。風に揺れてなんか迎えていただいているような感じです。さあそしてこちら弁財天堂ですね。弁天堂、ちょっと待ってください。すごい、この鈴俳優の船越英一郎さんご奉納されたものみたいですね。地元なんでしょうかね。平塚ご出身。そんな有名人も崇敬する土屋弁財天様。こちらには8本の手にそれぞれ宝珠や宝刀を持ち、頭上に神道白蛇の宇賀神をいただく法被宇賀弁財天様が祀られています。ということで、上野弁財天様お参りさせていただきました。すごくこの辺りもいい雰囲気ですね。さあそしてですね、順路としましてはまたこちら下ってまいりまして、そしてこの下にですね、ちょうど今お参りした弁財天様弁天堂の真下にですね岩屋があるそうなんですね。そのね岩屋で銭洗いができるみたいですので、そちらの方に降りてまいります。弁天堂の真下に掘られた50メートルほどの霊穴、今から3、400年近く前、住職4代にわたり手掘りで掘り進められたものなんだそうです。弁財天様の体の中を表しており、体内くぐりと銭洗いができます。より聖なる場所へと進んでいくような雰囲気です。ご本堂と宇賀神様を結ぶ五色の紐をたどって、では今からこちらの岩屋の方に入っていきます。暗いですね、やっぱり。声が響く。霊穴内には宇賀神像をはじめ大日如来など多数の石仏が祀られています。宇賀神様祀られています。何重にもねとぐろを巻いている、本当に蛇神様といったお姿ですね。これはねやっぱり今年見通しお参りしたい神様ですよね。さてこの岩屋まだね奥の方続いていますので、ずっと奥の方まで進んでいきます。結構ね天井が低くなってます。かなりねかがまないと進めない感じです。でね絵馬がねたくさん収められていますね。道がねこちらにもこっち明るいからちょっと明るい方行ってみましょう。こんな岩屋が
思いませんでした。わあ、すごく神秘的ですね。あー、ちょっと待って、ここ行けるかな。うわ、ちょっと、よいしょよいしょ。もう今しゃがんで這いつくばる感じが、これちょっと無理かな。思っていたより穴が小さくて、着物では膝をつくわけにもいかず、この先は断念しました。いつか汚れても良い服で出直してきたいと思います。岩屋の入り口に戻って銭を洗うための洗い札を授かります。この札を洗う銭と一緒にざるに入れて、いよいよ銭洗いをしていきたいと思います。銭洗いはこちらにね、水がありますけれども、この泉で洗います。ひしゃくで水をすくい、願いをかけながら3回銭を洗います。ご霊水で洗ったお金は誰かへのお土産などを買ったりして使い、世の中へと巡らせます。最後に御朱印を授かりました。弁財天様と宇賀神様、両方見開きで書いていただきました。岩屋にも収められていた宇賀神様の絵馬、船越英一郎さんの絵馬もありますね。好きなデザインを選んで、たくさんの願い事の印が用意されているので、思い思いの印を押すのも楽しかったです。絵馬は岩屋内の絵馬掛に奉納しました。法被宇賀弁財天様の8本の手にちなんだ8色の富守りが60日に一度ある土の富の日限定で授与されます。この動画が配信された数日後にも今年3回目の土の富の日がありますね。この土の富の日には本当に多くの人が参拝に訪れるとのことです。土の富の日って何という方は、以前お届けした今年大注目の蛇久保神社の動画の中でお話ししておりますので、よかったらそちらもご覧になってみてくださいね。はい、平塚市妙円寺いかがでしたでしょうか。今日はね、最初に女性の檀家さんにお会いすることができて、そしてね、いろいろと境内隅々まで楽しんでくださいなんていう言葉をねかけていただきまして、その言葉通りもう本当にね、見どころたくさんあったんですけれども、隅々まで楽しく参拝し満喫することができました。でね、岩屋もね、宇賀神様が祀られていて、とってもね神秘的な雰囲気ではあったんですけれども、何かねいろんな方を温かく迎えてくださる、そんなね空気感も感じられました。私がね参拝して撮影している間もね、結構ねたくさんの方が続々とお参りにいらっしゃっていて、岩井の中でね銭洗いもね楽しまれていました。はい、そんなね平塚市の本当にねのどかな場所にある妙円寺さんなんですけれども、テレビとかね、いろいろメディアでも紹介されているようで、知る人ぞ知るお寺だったんですね。いや、初めて参拝させていただきました。とっても楽しかったです。ありがとうございました。妙円寺から車で5分ほど走った県道63号線沿いにあるジェラテリアベガ、こちらに立ち寄りました。平塚市の浜田牧場で生産している良質な生乳で作られたイタリアンジェラートの専門店です。平塚市を中心とした県内の厳選素材を使ったこだわりのジェラートがずらり。牧場のジェラート屋さんということで、おすすめはやっぱりミルクということで、中でもプレミアなクイーンズミルクといちご、そしてサービス分として一口抹茶をトッピングしてもらいました。
ミルクはさすがの美味しさ。鮮度を感じるさっぱり感とコクが程よく、ミルキーで甘さも自然で本当に美味しい。この日は日差しも強く暑かったので、冷たいジェラートとアイスカフェラテが体に染みました。のどかな風景を楽しめるテラス席でゆっくりくつろぐことができました。妙円寺参拝の帰りにぜひ立ち寄ってみてください。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。